紀元前356年、マケドニア王国の王子として生まれたアレクサンドロス3世。後にアレクサンドロス大王として知られることとなる彼は、古代世界に類を見ない大帝国を築き上げた。父フィリッポス2世の下で育ち、幼少期から優れた教育を受けた。特に哲学者アリストテレスから個人教授を受けたことは、彼の知性と世界観の形成に大きな影響を与えた。13歳でブケファロスという名の荒馬を手なずけたエピソードは有名だ。この馬は後に彼の相場となり、多くの戦場を共にすることになる。アレクサンドロスが16歳の時、父が遠征に出かけている間、王国の摂政として初めて政治を経験した。彼の統治能力の片鱗がすでにこの頃から見えていたという。20歳で父の暗殺により王位を継承したアレクサンドロスは、すぐさま王国内の反乱を鎮圧し、ギリシャの諸都市国家の支配権を確立した。そして22歳で、かねてからの野望であったペルシャ帝国征服のための東方遠征を開始する。彼の軍事的才能は並外れていた。革新的な戦術と戦略、そして兵士たちの信頼を得る優れた統率力で、次々とペルシャ軍を打ち破っていった。グラニコス川の戦い、イッソスの戦い、そしてガウガメラの戦いと、アレクサンドロスは主要な戦闘で連戦連勝を重ねた。ペルシャ帝国の首都ペルセポリスを陥落させ、ダレイオス3世を追い詰めた。しかし彼の野心は止まることを知らず、さらに東へと進軍を続けた。インダス川を渡り、インドにまで到達したのである。しかし、兵士たちの疲労と故郷への思いが高まり、これ以上の闘神を断念。バビロンに戻る途中、アレクサンドロスは32歳という若さでこの世を去った。彼の死因については諸説あり、マラリアや毒殺説など、今も議論が続いている。短い生涯ではあったが、その影響は計り知れない。アレクサンドロスの征服活動は、東西の文化交流を促進し、ヘレニズム文化の基礎を築いた。彼が建設した多くの都市は、その後何世紀にもわたって繁栄を続けた。特にエジプトのアレクサンドリアは、古代世界最大の図書館を有し、学問の中心地となった。彼の軍事的才能は後世の多くの指揮官に影響を与え、その戦術は現代でも研究されている。また、彼の統治方法も注目に値する。征服した地域の文化や習慣を尊重し、現地の有力者を登用するなど、柔軟な姿勢を示した。しかし、アレクサンドロスの評価は必ずしも肯定的なものばかりではない。彼の征服活動は多くの犠牲を伴い、時に残虐な行為も行われた。また、彼の死後、帝国は急速に分裂し、長期的な安定をもたらすことはできなかった。それでも、アレクサンドロス大王の名は、2000年以上経った今も世界中で知られている。彼の生涯は、人間の持つ可能性の大きさと、同時にその限界を示している。若くして世界の大半を征服した彼の物語は、今も多くの人々を魅了し続けているのだ。